こんにちは。テスラ全力チャンネルのタイツです。テスラの最大のライバルで EV だけではなく全車種の自動車市場のシェアで首位を走っているのは日本のトヨタ自動車ですが、テスラが株価$3000以上になるためには、まずは最大のライバルであるこのトヨタから自動車市場での首位を奪っていく必要があります。現在、テスラ株に弱気な人の一部は、この自動車市場における市場シェアで首位を取れていないことを理由に挙げています。私はテスラ株に全力投資をしているので、将来的にテスラ株が最低でも$3000を超えると思っているのですが、当然グローバルでの販売台数も全メーカーでテスラが最多となることを確信しており、今回はその理由について解説していきたいと思います。現在テスラ株は時価総額$1兆で、トヨタの時価総額$2000億の5倍もあります。一方の生産台数については直近の四半期ではテスラ26万台に対してトヨタは210万台と8倍程度の開きがあって、時価総額の順位では逆転している状況です。生産台数は今の実力を示していますが、時価総額は未来の実力を映しているため、生産台数も時価総額も両方1位になれれば、テスラは名実ともに首位になるということができます。逆に言うと、将来トヨタ自動車の生産、販売台数をテスラが下回ってしまう状態が続けば、株価は下落する可能性があるため、名実ともに首位になるということは、目標株価$3000を目指す上で非常に重要なターニングポイントであると考えています。私は日本人なのでトヨタに頑張ってもらいたいという思いがある一方で、残念ながら様々なデータや状況を見渡してみると、そうならない未来になる確率の方が高いのです。トヨタの時価総額はテスラの5分の1であるということは先ほど述べた通りですが、それでも依然としてトヨタは日本の中では最大の企業価値を持っていて、傘下に膨大な数の子会社を抱えているので、日本を代表する企業である点は誰の目から見ても明らかです。そのためトヨタ自動車が世界シェアを奪われて売り上げが低迷する事態ともなれば、それはその他多くの日本企業にとって大きな痛手となる可能性があります。最近までは日本経済は主に半導体、家電、自動車の3本柱で成り立っていましたが、現在では最初の2つの分野では優位性を失ってしまい、これらの輸出産業は韓国と中国に完全に奪われてしまっています。ちなみに日本経済が35年もの間低迷している中、自動車産業までをも失ってしまうと、日本経済はさらなる低迷を極めると思っています。日本は現在経済大国であることは変わりないものの、1994年の日本の GDP は4兆9000億円で、このグラフからもわかるように、2022年の現在の GDP と全く変わっていないことがわかります。ちなみにアメリカはというと、このように右肩上がりになっていて、その差は歴然としています。かつての日本は急成長していて、1990年頃には誰もがアメリカを抜いて世界最大の経済大国になると思っていましたが、90年に不動産バブルが崩壊してから35年間全く成長していないことがわかります。現在、世界中で発生しているインフレもどこ吹く風と、日本国内では輸入品を除けばデフレで企業収益は増えず、世界で最も高齢の人口を抱え、出生率も低下していることから、将来的に老人の面倒を見るのにも十分な介護人材すら確保できていません。そのため日本経済は再び成長を始めようと何年ももがいていますが、その結果が出ていないのが現状です。ある国際機関の報告書によれば、トヨタを筆頭に日本の自動車メーカーが電気自動車の生産や販売に速やかに移行しなければ、GDP が14% 低下するリスクがあると言われています。日本は現在、アメリカと中国について世界で3番目に多く自動車を製造している国で、ドイツに次ぐ世界2位の自動車輸出国でもあります。そのため、全世界の自動車製造の 13% を占めているのですが、自動車産業は日本における製造業全体の約 18.8% を占めており、かつ日本最大の輸出品ともなっていることから、日本経済にとっても重要な産業であるということがわかります。その中でトヨタ自動車は世界最大の自動車メーカーで、ホンダは4位、日産は5位となっているのですが、こうした日本のカーメーカーは、世界の自動車産業において主要なプレイヤーであることは間違いありません。しかし、こうした主要企業は
現在の世界的なトレンドである EV 開発において遅れをとっているのが現状です。日本の産業界で最大規模を誇る自動車産業の最大の過ちは、EV などのゼロエミッション車への移行が遅れたことです。こうした遅れはトヨタやその他のメーカーだけでなく、日本経済全体にとっても大きな損失につながり、先ほども述べたように、結果的に GDP の 14% もの損失を被る可能性があるのです。しかし、なぜ日本の自動車メーカーは EV 販売に力を入れないのでしょうか。最近になってトヨタは初の完全電気自動車 BG4X を発売しましたが、致命的な不具合があって、全車両をリコール、回収しなければならなくなっています。しかしながら私は仮にこの不具合が解消されたとしても、トヨタの EV が海外で売れることは少ないと思っています。なぜなら特に気温の低い寒冷地では充電効率が著しく低下することに加え、価格も5万5000ドル以上と高価であるなど、海外の多くの EV メーカーに比べて価格競争力、機能面で性能が大きく劣るためです。このように世界最大の自動車メーカーであるトヨタですら、現在まともな EV を作ることに苦戦しているという事実は、EV 市場がどれだけ過酷な競争を繰り広げているかを物語っている側面もありますが、一方で競合の参入が難しいことも表しているので、反対に現在 EV 市場で首位を独走状態のテスラにとってはプラスに働くと思っています。日本で最大の自動車メーカーですら難しい EV 参入ですが、2位以降のメーカーではなおさら苦戦している状況です。例えば、マツダは7月のアメリカでの EV 販売台数はたったの8台となっています。現在、最も競争が激しく EV の選択肢が多いと言われているのはヨーロッパと中国市場で、比較的競争が緩く選択肢も多くないと言われているのがアメリカ市場ですが、こうした優位性のある状況にもかかわらず、マツダの EV MX-30 は3月こそ販売台数101台でしたが、その後4月は78台、5月は35台、6月に23台、ついに7月には8台と減少の一途をたどっています。MX-30 の今年の販売台数は324台で、発売以来500台程度となっていますが、これは発売後の11ヶ月間の EV 販売台数としてマツダの歴史上過去最低記録となりました。最も深刻なのは、販売台数が低いのは品質が悪いからという理由だけではないことです。マツダは車作りを熟知しているし、品質面、技術面においても自動車愛好家や技術者たちの間でも高い評価を得ています。しかし450万円もする EV で、1充電航続可能距離 260km というのは他の EV に対してさすがに見劣りしてしまいます。ちなみに航続距離はモーターの性能とバッテリー容量に依存するので、他のメーカーと比べてみると、日産リーフのレギュラーモデルのバッテリー容量は 40kWh で、1充電航続距離は 400km、プジョーは 50kWh で、1充電航続距離は 380km、テスラのモデル S、スタンダードモデルプラスは 50kWh で 652km、最近発表されたトヨタの BG4X は 71.4kWh で 500km となっています。やはりここでも性能面でテスラのバッテリー容量と航続距離がずば抜けているのですが、世界的に自動車市場で EV のシェアが伸びているにもかかわらず、車作りに長けているマツダでも、機能設計と価格設定を間違ってしまうと、販売が伸びるどころか低迷してしまっていることがわかります。フォルクスワーゲンや GM、メルセデスなどのヨーロッパの巨大自動車メーカーが EV への投資を本格化させている中、トヨタ自動車に至っては EV 化に逆行するロビー活動も行いつつ、800万円もする水素などの燃料電池車を開発、販売しているのですが、こうした行動はあまり合理的であるとは言えないと思います。ちなみにトヨタの水素自動車未来が普及しない一番の理由は、800万円という値段が高いことに加えて、燃料の供給場所として必要な水素ステーションの建設が難しいためです。仮にトヨタが日本政府の説得に成功し、燃料供給体制が整って水素自動車が国内で普及したとしても、グローバル規模で燃料電池車を普及させることは到底不可能だと思います。
もちろん私自身、水だけが排出される水素燃料の自動車が普及したらどんなに素晴らしいことかと思いますが、消費者にとってのメリットが明確でない以上、価格が800万円もするのはまだ研究開発の域を出ていないと考えるべきで、普及の実現が困難な事業に投資し続けるのはビジネスとしてのセンスに関わると思っています。ちなみにフォルクスワーゲンや GM などのレガシーメーカーの多くは水素利用による燃料発電を以前検証しましたが、コストがかかりすぎてビジネスとして成立しないことが判明し、実用化を見送った経緯があります。また、メルセデスは水素利用による自動車を開発するべく科学的な検証を行ってきました。しかもトヨタが開発を行う30年以上も前から燃料電池車の開発に取り組んでおり、航続距離が長く、燃料充填時間が3分、水しか使わないという思想設計でゼロエミッション車の夢を追いかけてきたのです。しかし結果的に現在でも高価である電気自動車の約2倍の製造コストがかかってしまうことに加えて、生成したエネルギーを効率的に利用できないため、駆動システムとしてうまく機能しないという結論に達しました。また世界最大のトラックメーカーであるスカニア社もすでに何十年もこの水素燃料の開発を取り組んでいたのですが、メルセデスと同様に水素燃料よりもバッテリー駆動の方が効率的であるという結論に達して、現在ではオール電化のトラック開発に注力しているとともに、これまで行ってきた水素発電の研究プログラムを中止しています。一方でフォルクスワーゲンに所属しているポルシェの研究開発リーダーのマイケル・スタイナー氏は、我々は水素燃料自体を手段の一つとして検討し続けるべきかもしれないが、現時点では水素技術はポルシェに適していないと発言しています。その理由として第一に水素燃料による出力がまだまだ低いので、加速時などのように一時的に多くの電力が必要な場合は、最大出力を実現するための大規模なバッテリーを積まなければならないことを挙げています。つまり十分な加速を実現するためには車体にそれなりに大きなスペースが必要であるがゆえに水素燃料では実現できないということなのです。そして第2に水素を製造し輸送された水素から駆動エネルギーに変換する際の消耗が非常に大きく、システム全体の効率化が低いことが挙げられます。この図はフォルクスワーゲングループのものですが、水素自動車がいかに非効率的であるかを示しています。例えば、電気自動車の場合のエネルギーの 70% から 90% を移動エネルギーに変換できるのに対して、水素自動車の場合、25% から 35% 程度しか使うことができません。トランスポートエンバイロメントによれば、このエネルギー効率は電気自動車 94% に対して、水素自動車は 68% と算定しています。水素を作るために大量の電気を使っているのに、水素自体を貯蔵しながら輸送する過程でも大半の水素を失ってしまうため、わずかに残った水素を動力源に変換しているのが水素自動車なのです。また、水素の生成効率は他の再生可能エネルギーに比べて低く、2倍以上非効率的であるとも言われています。このように水素自動車はそもそも燃料となる水素を満タンにすること自体が難しいと言えるのです。まだ問題はあります。水素を提供するためのインフラは設置時に経済的なコストも時間もかかります。例えば日本で水素ステーションの建設を行うためには、建設場所の許可申請、高圧ガス設置許可などの申請手続きに数ヶ月、建設工程などで合計半年程度かかり、その金額は6億円程度と言われています。一方のテスラはたった4日でスーパーチャージャーを作り、その建設費用は水素ステーションの20分の1以下の数千万円程度です。経済合理性の観点で圧倒的に電気自動車に分があるのですが、それに加えて水素自動車の製造は電気自動車の2倍のコストがかかるという事実もあります。消費者はガソリン車に比べてまだまだ電気自動車の販売価格が高いと言っているのに、です。水素自動車の販売に苦戦しているのは、日本だけではありません。韓国のヒュンダイ自動車は燃料セルの開発に問題が起きたため、水素で走る SUV ネッソの発売を2024年に延期しました。水素自動車の開発そのものが難しいということに加え、
燃料の供給すら困難を伴う水素自動車を選ぶのと、自宅の他にもほぼどこでも電気という燃料の補給が可能で、安価で運転が楽しいテスラの電気自動車のどちらを選ぶのかは明確だと思います。モデル3の航続距離は 602km で、トヨタの水素自動車、ミライとほぼ同じですが、加速という観点では、静止状態から100キロに到達するまでの時間では、トヨタのミライが8秒以上かかるのに対して、モデル3はわずか 4.4 秒と約半分となります。どちらが運転していて楽しいのかも明暗が分かれてしまっている状況です。このように日本だけではなく海外でも見切りをつけている水素自動車の開発に取り組んでいるのがトヨタなのですが、インフラもなくコストも高く、まともになるまで何年もかかるような車を誰が選ぶのかというとやや辛辣になってしまいますが、テスラがこれから戦って勝たなければならない日本の自動車メーカーはまさにそんな状態なのです。そんな中、ホンダが今更ではありますが、将来的にお手頃価格の EV を作るべく、GM とジョイントベンチャーを作って開発に取り組み始めているというのはせめてもの救いかもしれません。ホンダは現在、ディーゼル車の製造を中止し、水素自動車の開発は無期限で保留しています。それでも日本の自動車メーカーに対する投資家の評価は遅すぎるという評価になっています。以上のように日本の自動車メーカーにとって復活の鍵となるのは EV 開発の推進であることは間違いなさそうなのですが、官僚主義的でこれまでの成功体験や伝統に固執した社内文化のせいか、開発のスピード感は非常に遅いと言わざるを得ません。例えばトヨタは2030年に350万台のガソリン車以外の自動車を製造すると言っていますが、950万台の販売をしている現状に比べると、この数字は3分の1程度です。他のメーカーは 100%EV 化を宣言しているのに、それでは遅すぎると思われるのも当然だと思います。このままでは半導体、家電などの日本のお家芸が韓国や中国に奪われたのと同様、トヨタに代表される日本の自動車メーカーが世界市場の首位の座を陥落するのは時間の問題である一方、逆にテスラがこれらのシェアを奪うのは容易であると言わざるを得ません。これまで散々トヨタとその他の日本企業の舵取りについて考察してきましたが、一方のテスラが進めている EV 開発はそもそも方向性として正しいのか、それがなぜ正しいのかと疑問に思われる方もいると思います。その答えは今まで日本企業の考察でも解説してきたバッテリーによる EV 開発自体がエネルギー効率が高いということやコスト最適であるということに加えて、テスラによる製品のブランディングが消費者ニーズを新たに作り出していることが最大の理由だと思います。ブランディングとは正解を作り出すことに他ならないからです。一時トヨタ自動車の豊田さんは、なぜ勝ち目のない水素自動車を開発しているのかと聞かれたときに、我々は多様な選択肢を広げているのだと答えました。ここに全てが現れているような気がするのですが、トヨタは作り手の技術によって自動車購入の選択肢を広げましたが、それは技術者がマーケティングをしているようなもので、そこに消費者のニーズがなければビジネスとして成立することはできません。トヨタがエンジニアリングで勝負しているのに対して、斬新な体験、UI/UX で勝負しているのがテスラです。テスラは充電性能や航続距離などの機能面でも他社を圧倒していますが、そもそも体験を売っているので、こうした車としての商品価値そのものでは勝負していません。例えば、完全自動車はその典型ですが、消費者は未来の体験をしている感覚でテスラ車に乗っているのです。その結果、YouTube などでドライバー自らが頻繁に運転動画を上げて、テスラ車の魅力を伝えるとともに、これがプロダクトブランディングにつながっているという好循環を生み出しているのです。またガソリン車の場合、ガソリンスタンドを探してそこで給油するという煩わしさを伴いますが、テスラは自分の家で寝ている間に充電できてしまいます。さらに街中にわずか数日で充電ステーションを作ることができてしまうので、充電に困ることがそもそも少なくなっていきます。充電ステーションではスターリンクの衛星インターネットネットワークにつながって映画や動画、音楽を自由に聴くことができるので、待っている間もユーザーを飽きさせることすらありません。また住宅開発などにも力を入れていて、その中でソーラールーフやパワーウォールなどエネルギー開発そのものを根本解決するためのオプションも用意されています。こうしたサービスは
火星での移住を前提に地球で検証実験を行っているようなものですが、ユーザーはまるで未来の体験を先取りしているかのような感覚すら生まれるのです。このようにテスラのマーケティングの強みは、自動車の購入や移動という体験そのものの再定義にフォーカスして、既存のユーザーニーズに合わせるのではなくて、ニーズを新たに生み出していることが最大のポイントだと思います。一つ一つのサービス単体として切り取ると大したことがなくても、ユーザー体験全体として見たときに、新しい体験がユーザーの評価を良くして、企業ブランドとしてより強化され、多少値段が高くても商品が買われたり、新商品に対するハードルを低くしているというのが、テスラが行っている体験の設計を中心としたプロダクトブランディングなのです。このように従来のエンジンの性能が物を言う車産業をユーザー体験という切り口で、イーロン・マスクは自らが得意なソフトウェアの領域に変え、見事ゲームチェンジを果たすことに成功しました。ホンダはこれから新規に430億円を投じて、2024年春に実証用の生産ラインの設置を計画していますが、こうしたスケジュール感では今更感が否めないと思います。肝心の電池は GM と共同で開発すると話していますが、実際には GM を取引先と買い取る契約になっています。また、トヨタもようやく電池開発と設備投資にこれから2兆円を振り向ける方針を明らかにしています。こうしてそれまで必死に技術を磨いてきたトヨタ、ホンダ、日産が何年もかけて築き上げてきた自動車メーカーが頂点に君臨して部品サプライヤーが下に連なる産業ピラミッドの構造は崩壊しつつあり、まるでベンチャーのように文字通り何もないゼロの状態から一から投資をして自前で新規の開発に取り組まなければならなくなってきました。そして一方のテスラはこれらのレガシーメーカーが築き上げてきたマーケットでトップランナーとして EV 販売の先行者利益を取ることに成功したのです。同時に工場建設や販売網などの供給体制を整備して価格競争力の面でも磨きをかけ続けているため、日本をはじめとした既存のレガシーメーカーが EV 分野でテスラに勝てる要素はなくなりつつあり、全車種での販売台数もテスラが首位になることに疑いの余地はなく、時間の問題となっているのです。今回の内容は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、通知ボタンをオンにしていただけると嬉しいです。動画の感想や取り扱ってほしいテーマ、その他どんなことでも動画のコメント欄に残していただけると大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。